コンわさビーム日本語 V ティーチャーのわさびです。7月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので適当にすっ飛ばしたり巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず今月の日本のコーナーです。7月は別名ふみ月と言います。ふみとは昔の言い方で手紙や文章、詩という意味です。7月7日の夜に本などを干して書道が上手になることを祈った習慣が由来になっていると言われています。7月7日といえば何かを思い出しませんか？そうです。これは奈良時代に中国から伝わった七夕に由来する文化だそうです。そこで今日は七夕についてお話しします。七夕は中国、韓国やベトナムなどアジアの国では年中行事の一つです。国によって伝説の内容や習慣が少しずつ違います。そこで今日は日本の七夕伝説をご紹介します。これは天空の神様天帝とその娘織姫の話です。織姫は神様たちの着物を作る仕事をしていました。毎日真面目に働いてばかりで恋人もいない織姫をかわいそうに思った天帝は天の川の向こうに住んでいる彦星を紹介しました。牛飼いをしていた真面目な彦星に恋をした織姫は彼と恋をして結婚することにしました。二人は結婚してから毎日遊んで仕事をしません。その結果、彦星の牛は痩せて病気に。天空に住む神様の着物はボロボロになってしまったんです。天帝は怒って二人を天の川の反対側へと引き離しました。すると今度は離れ離れになったことが悲しくて二人は毎日泣いてばかり。また仕事ができなくなってしまいました。そこで天帝は毎日真面目に働くなら毎年1回7月7日の夜にだけ会わせてあげようと約束しました。それから二人は一生懸命働くようになりました。そして二人は7月7日七夕の夜になると天の川を越えてデートをします。たとえ雨が降ってもカササギという鳥が協力して橋を作って二人を会わせてくれるのです。日本では二人が無事に再会できること、そして織姫のように裁縫が上手になることを祈って星に願いをするようになったのでした。いかがでしたか？これが日本の七夕伝説です。日本の七夕の面白いところはお願い事を書いた短冊を飾るところ。これは日本だけの習慣です。先月のわさびニュースでもみそぎの話をしましたが、日本の神道では6月30日と12月31日に大祓というみそぎを行います。江戸時代の人が夏の大祓の主役である茅の輪くぐりの茅の輪に笹を結びつけたことが始まりで、七夕には短冊を飾るようになったと言われています。今ではこの文化だけが独立してみんなの家で飾るようになりました。スマホの絵文字にもなるくらい一般的な行事です。そして日本三大七夕をはじめ有名なお祭りが全国で開催されています。様々な美しいお飾りを見ることができますが、実は短冊の色にも意味があります。
皆さんは何色の短冊にお願いを書きますか？わさびニュース。ではここで今月の慣用句を一緒に勉強しましょう。今月の慣用句はこれ。後の祭り。これは、祭りは昨日終わりましたよ。もう手遅れですよ。という意味です。では、ここでクイズです。後の祭りの祭りとは一体何のお祭りだと思いますか？答えは京都の祇園祭りです。祇園祭は860年頃から1000年以上も続くとても有名な夏のお祭りです。当時、疫病が流行ってたくさんの人が亡くなりました。そのため、863年に疫病神を退治して亡くなった人の霊を供養するために御霊会を行いました。これが祇園祭の始まりです。明治時代までは祇園御霊会と呼ばれていた祇園祭ですが、明治維新をきっかけに名前を変えたという記録が残っています。祇園祭はなんと7月1日から31日まで約1ヶ月も行われます。この長いお祭りでは、宵山、先祭り、後祭り、いろいろな見どころがあります。その中でも、先祭りでは車の通行を止めて、重さ12トンもある大きな山車がパレードする山鉾巡行が行われます。一方、後祭りでは屋台や露店はなく、提灯に明かりを灯した山車が先祭りとは違うルートで巡行します。諸説ありますが、この後祭りは先祭りと比べて楽しさも華やかさもないため、見に行ってもつまらない、意味がないという理由から、後の祭りイコール手遅れだという意味になったそうです。この慣用句は、今更謝ったって後の祭りだ。あの子はもう許してくれないよ。や、あの時名刺を持っていれば大きな契約が取れたかもしれないのに、どんなに後悔しても後の祭りだ。のように使います。例えば、試験の前なのに勉強しなかった。パートナーの携帯をこっそり見ちゃった。など、いろいろな後悔ってありますよね。もちろん、後悔せずに過ごすことができれば最高ですが、もし、失敗した、どうしてこんなことに、と後悔することがあれば、この慣用句を使ってみてくださいね。わさびニュース。お待たせしました。大好評、漢字道場のコーナーです。まずは、先月の宿題を確認しましょう。どちらも面白い当て字でしたね。答えは、I love you とピカチュウです。皆さんは読むことができましたか？今日は、祭りという漢字の成り立ちについて考えてみましょう。皆さんはどうしてこの漢字がフェスティバルを意味するのか聞いたことはありますか？祭りという漢字は3つのパーツからできていて、それぞれ違った意味を持っています。左にある月、これは肉。右にあるまたは手。そして下にある示すは台を意味しています。そう、これは切り取った生贄の肉を右手で神様に祀る、捧げるという意味で作られた漢字です。このように意味のある文字を組み合わせて作った文字を会意文字と言います。
祭りという漢字は他の漢字にも使われています。観察の察、摩擦の察、交際の際です。どれも同じ漢字を使っていますが、別の漢字です。ということで、今月の宿題は祭りクイズです。それぞれの漢字をいつ使えばいいと思いますか？数字にマッチするアルファベットを選んでください。答えが分かった人は、ぜひコメント欄に答えを書いてくださいね。正解は来月の漢字道場で発表します。お楽しみに。わさびニュース。今日最後のコーナーです。いつもマシュマロを送ってくれてありがとうございます。では、最初のメッセージです。ニュースを見る間に、この漢字、日本出ています。たまにその漢字の読み方変わりますと気づいた。日本と日本の言うときに説明してください。サムより。サムさん、コメントありがとうございます。そうなんです。いいところに気がつきましたね。今の日本のルールでは、日本、日本、どちらを使ってもいいと決まっています。なので、この時には日本、この時には日本を使わなければならないというルールはありません。日本代表という人もいるし、日本代表という人もいます。これはどちらも正しい日本語です。でも、会社の名前、これは特別です。会社によって呼び方が決まっているので、よくチェックしてみてくださいね。ちなみに、私の意見ですが、日本というより日本と言った方が強調しているように聞こえます。なので、私は日本を強調したいときは日本と言っています。では、次のマシュマロです。事前は漢字の10文字、現在は関係ある言葉。どうやって日の謎の言葉遊びを考え出すのか？次は何だろうな。わー、今日は何の日へのマシュマロですね。ありがとうございます。とっても嬉しいです。毎日勉強するのは大変だから、遊びながら勉強できるコンテンツを毎月頑張って考えています。あなたは何月のビデオが好きでしたか？今日は何の日でやってほしいテーマがあったら、ぜひリクエストしてください。楽しみながら日本語を毎日の習慣にしましょう。明日はもちろん、来月の今日は何の日もお楽しみに。では、今日最後のマシュマロです。英語のメッセージをもらったので、日本語にして読みたいと思います。文章を理解したり書いたりするのがなかなか難しいです。どうすれば文章を読む、書くスキルを身につけることができますか？という質問です。すごくよくわかります。文章と仲良くなるためには、まず短い文から始めましょう。少しずつ長くします。本当に自分が言いたいことに近づけていきます。私はあなたの日本語のレベルがわかりませんが、日本語でメモや一日のタスクを書くのもとてもいいと思います。最初は会議、テストや牛乳など単語からでいいです。レベルが上がったら3階で会議、あさってからテスト、牛乳を買うのように短い文にします。次は会議の前に書類を準備する。テストが終わったら牛乳を買いに行く。こんな感じで少しずつ長くします。読むときも同じです。文を作るにはいろいろな文法が必要です。長い文、長い本は大変なので、
短い文や本がおすすめです。あとは日本語のビデオを見るとき、1回目は英語、2回目は日本語の字幕で見るのもいい勉強になりますよ。なるほど、ここでこんな文法を使えばいいのか、とヒントになると思います。私のビデオも日本語と英語の字幕がついているので、ぜひ試してみてくださいね。自信がなくても間違っていても日本語をたくさん使うことが大切です。日本語を使おうとすると何がわからないのか、どこが難しいのか、どんどんクリアになってくると思います。わからないところは何でも質問してください。いつでも説明します。少しずつ一緒にレベルアップしていきましょう。応援しています。わさびニュース。さて、今月のわさびニュースはそろそろお別れのお時間です。日本語の文法の質問は Google フォームへ。コメントや小さな質問はマシュマロに送ってください。漢字道場の宿題や今日の感想などコメントもお待ちしています。皆さんからの質問やコメントが私のパワーになります。いつも本当にありがとうございます。8月のわさびニュースもぜひ見に来てくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。